こんにちは。今回はこちらのサコッシュを編んでいきます。前回のお花をグラニーステッチ全体に散りばめて編んでみました。よかったら編んでみてください。今回はセリアさんのきらめきコットンで編んでいきます。カラーナンバーは1番で、かぎ針は3号から5号になっています。今回は4号で編んでいきます。ショルダー紐は今回はこちらセリアさんで購入したものを使います。では底の部分をグラニーステッチで編んでいきます。今回は1段です。では作り目の輪っかを編んでいきます。ここは前回と同じ編み方で鎖3目と長編み、これを繰り返し編んでいきます。端のお花がこんな感じで1個だけ横向きにならないように、両端でぴったり収まるように輪っかを奇数の数で編んでいきます。まず最初の作り目を作ります。最初だけは鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4目編んだら針に糸をかけて、ここの1つ目の鎖、1つ目の鎖の下1本に針を入れて長編みを編んでいきます。糸を持ってきて長編み、次からは鎖3目と長編みを繰り返し編んでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけて1つ目の鎖のすぐ下のここの2本ですね。ここの2本に針を入れて糸を持ってきて長編み、また鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけて1つ目の鎖のすぐ下のここの2本ですね。ここに針を入れて長編み、こんな感じで今回は9個編んでいきます。では輪っかを9個編んできました。長さは約10センチです。ではそこをこんな感じで1段編んでいきます。両端の輪っか、ここにそれぞれ長編み3目の束を1、2、3。こちらの輪っかにも1、2、3と3つ。それ以外の輪っかのところには向こうとこちらでそれぞれ1つずつ編んでいきます。で、今回は角を鎖1目にしてより楕円形になるように編んでいきます。編み始めはここで束を1つからスタートします。そしてぐるっと1周編んで、最後に残りの束を1、2と2つ編んで、最後に細編みでつなぎます。では底を編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分ですね。針に糸をかけたら、ここの端のスペースに残りの長編みをあと2目編んでいきます。ここの長編みを拾って糸を持ってきます。そして長編み、もう一つ編んでいきます。これで長編みが3目分ですね。そしたら次の輪っかからもそれぞれ長編みを3目ずつ編んでいきます。次の輪っかに針を入れて長編みを拾って1、2、3。
また次も3目ですね。こんな感じで端の方まで3目ずつ編んでいきます。では端の手前の輪っかのところまで編んできました。長編み3目の束を1、2、3、4、5、6、7、8と8個編んできました。次は最後の輪っかに束を3つと間に鎖を入れて編んでいきます。では端の輪っかに編んでいきます。今までと同じようにまず長編みを3目編んでいきます。1、2、3、3つ編んだら鎖を1つ編みます。そして向きを縦にして同じところにまた長編みを3目編んでいきます。針に糸をかけて同じスペースに針を入れてこの糸端を編み目の手前の方に持ってきて編みくるみながら編んでいきます。1、2、3、3つ編んだらまた鎖を1つ編みます。そして編み地をまた回転させて同じスペースにまた3目編んでいきます。糸端を編みくるみながら1、2、3、こんな感じですね。端の輪っかに束が1、2、3、そして間に鎖を1つ挟んで編んでいます。そしたら続いて今度はこちらの方ですね。今度はこの鎖3目を拾ってこのスペースに束を1つずつ編んでいきます。糸端を手前の方に持ってきて次のスペースから編んでいきます。1、2、3、また次のところですね。3目ずつ編んでいきます。では最初の輪っかの手前のところまで編んできました。次は最初の輪っかに残りの束を2つ編んでいきます。ではここの輪っかに編んでいきます。長編みを1、2、3、3つ編んだら鎖を1つ編みます。針に糸をかけて同じスペースに束をもう1つ編んでいきます。1、2、3、これで端の輪っかに束が1、2、3と3つ編めました。そしたらここをつないでいきます。つなぎ方は最初の立ち上がりの鎖3目の3目目。分かりにくいときは次の長編みの頭のすぐ右の鎖目。ここですね。ここに針を入れて細編みでつなぎます。糸を持ってきて細編み。こんな感じですね。これでグラニーステッチの底の部分ができました。次から側面ですね。では側面の1段目はすべてのスペースに長編み3目の束を編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3、長編み1つ分ですね。針に糸をかけて足元のここのスペースですね。ここに針を入れて残りの長編みをあと2つ編んでいきます。これで長編みが3つ分ですね。そしたら次のスペース、ここにも長編みを3目編んでいきます。2、
3、次はここ、次はここですね。こんな感じで一周編んでいきます。ではここからスタートして、ここまで編んできました。端のスペースまで編んだら、今度は端のところですね。ここの鎖1つのスペース、ここにも同じように束を1つずつ編んでいきます。ここまで編んだら、次はここからですね。こんな感じで、すべてのスペースに編んでいきます。では一周編んできました。長編み3目の束が全部で20個になりました。そしたら最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。そこの作り目のところで2つに折るとこんな感じです。では次の側面の2段目でグラニーステッチとお花を編んでいきます。長編み3目とお花を交互に編んでいきます。まず最初の足元のスペースに長編み3目を編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。長編み1つ分ですね。針に糸をかけて足元のスペースに2つ目の長編み、3つ目、3つ編んだら次のスペースにお花を編んでいきます。まず花びらの土台を長編み、鎖、長編みと編んでいきます。次のスペースに長編み、鎖、同じスペースに長編み、ここから花びらを5枚編んでいきます。編み方は左の長編みを拾って花びらを2枚、右の長編みを拾って2枚、最後に鎖を拾って1枚という感じで全部で5枚編んでいきます。では編んでいきます。スペースに針を入れて糸を持ってきて引き抜いてここから編んでいきます。まず鎖を2目編んでいきます。1、2、針に糸をかけてこの長編みを拾って長編みを2目編んでいきます。長編みを拾って糸を持ってきて長編み、もう一つ編んでいきます。長編みを拾って長編み、そしたら鎖を2目編んでいきます。1、2、そしてまたこの長編みを拾って引き抜き編みで留めておきます。1枚目の花びらですね。同じようにもう1枚編んでいきます。鎖を1、2、編み目を右の方に寄せて少しスペースを作っておきます。この長編みを拾って長編みを2目編んでいきます。1、2、そして鎖を2つ、長編みを拾って糸を持ってきて引き抜きます。2枚目の花びらですね。そしたら続いて鎖を2目編んでいきます。1、2、次はもう1本の長編みを拾ってお花を編んでいきます。針に糸をかけてこちらの長編みですね。ここを拾ってそして編み地を回転させて今度はこの向きで編んでいきます。糸を持ってきて
長編みを2目編んでいきます。1、この長編みを拾って、2、そして鎖を2つ編んで、長編みを拾って引き抜きます。3枚目の花びらですね。また編み地を右の方に寄せて、編むスペースを作って編んでいきます。まず鎖を2つ、長編みを拾って、1、2、鎖を2つ編んで、またこの長編みを拾って引き抜いて4枚目ですね。そしたら続いて鎖を2目編んでいきます。1、2、そしたら編み地を回転させて元の位置ですね。この向きで編んでいきます。針に糸をかけて、この足元のスペースに針を入れて長編みを2目編んでいきます。1、2、そして鎖を2つ編んで、足元のスペースに針を入れて引き抜きます。これでお花ができました。こんな感じですね。裏から見るとこんな感じです。そしたらこの花びらを右に倒して、次はここのスペースですね。ここに長編みを3目編んでいきます。針に糸をかけて、次のここのスペースに針を入れて、ここが伸びないように気をつけて、長編み、あと2つ編んでいきます。長編み3目ですね。そしたら次のところにまたお花を編んでいきます。まず土台ですね。長編み、鎖、同じスペースに長編み、そしてこのスペースに針を入れて引き抜いて、ここからまた同じように編んでいきます。まず鎖を2目ですね。1、2、この長編みを拾って長編みを2つ編んでいきます。1、2、そして鎖を2つ編んで、この長編みを拾って引き抜きます。また鎖を2つ編んで、長編みを拾って1、2、鎖を2つ編んだら長編みを拾って引き抜いて2枚目ですね。そしてまた続いて鎖を2つ編みます。針に糸をかけて、もう1本の土台の長編みですね。ここを拾って編み地の向きを変えます。今度はこの向きですね。そして同じように長編みを2目編んでいきます。1、2、鎖を2つ編んで、この長編みを拾って引き抜きます。1、2、次の花びらですね。編み地を右に寄せて、この長編みを拾って、1、2、鎖を2つ編んで、長編みを拾って引き抜きます。そしたら続いて鎖を2つ編みます。そしたらまた編み地の向きを元に戻します。この向きですね。そして足元のスペースに5枚目の花びらですね。長編みを2つ編んでいきます。2、そして鎖を2つ編んだら足元のスペースに引き抜き編みで留めておきます。2つ目のお花ですね。こんな感じです。そしたらこの花びらを右に倒して、次はここのスペースですね。ここに長編みを3目編んでいきます。
次のスペースに1、2、3。そしてまた次お花のところですね。ここにお花を編んでいきます。こんな感じで交互に1周編んでいきます。では1周編んできました。お花は向こうとこちらで合計10個になっています。最後のお花を編んだら、最初の長編み3目の束のところですね。ここの鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。では側面の3段目ですね。次はお花を休んでグラニーステッチを3段編んでいきます。お花の右のスペースと左のスペース、ここに順番にグラニーステッチを編んでいきます。では側面の3段目ですね。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。花びらを右に倒して、ここの足元のスペースに残りの長編みをあと2つ編んでいきます。1、2、長編み3目分ですね。そしたら今度は次のスペース、次のお花の右のスペースですね。ここに長編みを3目編んでいきます。編んだら今度はこのお花の左のスペース、ここに編んでいきます。花の後ろの方から針を入れて長編みを3目編んでいきます。次はここの右のスペースですね。こんな感じで順番に1周編んでいきます。では1周で束を20個編んできました。そしたら最初の鎖3目の下から1、2、3。3つ目に針を入れて引き抜きます。こんな感じでグラニーステッチの段をあと2段編んでいってください。ではグラニーステッチをここから1、2、3と3段編んできました。つなぎ目のところはこの束が1つずつ右に移動しています。では次の段はまたお花を入れながら編んでいきます。毎回お花の段は長編み3目からスタートします。まず鎖を3目、長編み1つ分ですね。足元のスペースから編んでいきます。長編みを3目分ですね。そしたら次のスペースにお花ですね。まず土台から編んでいきます。長編み、鎖、同じスペースに長編み、そしてスペースに針を入れて引き抜いて鎖2目からですね。そしてお花を編んでいきます。ではグラニーステッチを3段、次の段はお花、この繰り返しでしばらく編んでいきます。ではこんな感じで編んできました。お花を1、2、3、4、5と5段分と、そして最後にグラニーステッチを1、2、3と3段まで編んできました。ではこのくらいの大きさで終わろうと思います。ちょうど端のスペースのところで終わっていますので、ショルダー紐を編まれる方は
ここから続いて編んでいってください。今回は市販のショルダー紐をつけますので、ここでカットして引き抜きます。では、花びらの形を整えたら完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。